皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。おいです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、横顔がうまく描けない時の対処法5つ教えていきたいと思います。まあ結構横顔が描けないっていうのは、コメント欄でみんなからいただくんだけども。あ、そうなんだ。やっぱ正面から急にこうなると難しい、ね。難しいよ。私もなんかもうさ、小学生から中学生ぐらいの時期、ずっと悩んでたもんね。まあ。なんか両目ある鼻があるのにさ、急に横向いた瞬間にさ、片目になってさ、鼻もよくわかんねえじゃん。大体漫画のイラストとかってさ、超デフォルメしてあるじゃん。横顔になる。それをさ、またさ、よりデフォルメした上で横顔描かなきゃいけないって超むずいよね、よくよく考えたら。まあ確かにね。で、まあちょっとうまく描けないなって人がこれ見てる中にもいっぱいいると思うので、よかったら私の言う対処法が自分の絵に当てはまらないかなって見ながら考えてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまず、1個目の横顔がうまく描けない時の対処法なんだけども、横を向いた時の、顔の凹凸、おでことかね、鼻とか口の、その凹凸を意識しすぎないっていうことです。あー、なるほどね。わかってる？いや、鼻とかを、なんか思いっきりこう、なんかめっちゃこう出てるなと思って描かないってことでしょ？まあそういうこと、まあどういうことかっていうと、ちょっと一回絵に描いて説明します。はい、今こんな感じでざっくり横顔を描いたんですけども、この凹凸が大事で、まずここの1個目の凹凸、おでこ、1、で、2個目の凹凸、鼻、2、で、上唇の凹凸3、そこもあんのか。で、下唇の凹凸4、で、顎の凹凸5。この5つの出っ張り、実際意識するのは大事なのね。そもそもやっぱこれないとどうなるかっていうと、まあこうなるのね、こうなるのね。俺でも鼻と、実際、顎だけだと思ってた。あ、まあね。その意識するポイントが。そんないっぱいあるの知らなかった。そう、実際はそう、まあそういう、まあ大体教わる系のやつではここを意識しましょう。ここが出っ張りますよって言ってると思うんだよね。そうなんだ。で、まあ今これ何も意識しないとこうなっちゃうわけね。これはさすがにあまりにもデフォルメしすぎてるのはみんなもわかるでしょ。丸人間になっちゃうね。で、それをすごく凹凸して強調して描いていくじゃない？まずおでこ出てるじゃんみたいな。次鼻出るじゃんみたいな。口出るじゃんみたいな。顎出るじゃんみたいな。それ俺だ。超極論ね。こうなっちゃったら、やっぱこれって良くないんだよ。なっちゃうわ、でもそうやって。で、これを意識しすぎちゃって、こういう本当に悪い例でいくとこうなっちゃう感じだったら、もういっそこの凹凸一回忘れて、今 S 君が本当言ったような感じで、もうこうやっておでこの出っ張り1個と、鼻の出っ張り1個と、口の出っ張り1個。もうこことこことここ。まず本当に省略だけど、ここ。最悪ここだけでも意識できれば横顔に見えるっていう感じで、まずね、すごくこれを横顔をちゃんとデコボコさせなきゃ、デコボコさせなきゃってのを意識しすぎてるせいで、なんかここがなんかもう凹凸出すぎちゃって自分の絵柄に合ってないことが起きちゃってんじゃないのかなってちょっと思ったの。なるほどね。で、まあ絵柄に合ってないってどういうことかっていうと、ちょっと見てほしいんだけど、この最初に描いた横顔の場合、まあ大体正面とか斜め顔になった時、これぐらいのなんか幅感っていうか、顔の縦長感な人は多分こういうやっぱ凹凸をちょっと描いた方がいいっていうことだと思うんだけど、意識してみた方が。下のような結構丸っぽい輪郭描いてたりとか、そんなに凹凸がないような、なんか斜め顔描いてるような人っていうのは横向いた時もあんまり凹凸意識した。この子がこっちの横顔になると多分ちょっと違和感ある。この子はやっぱどっちかというとこっちの横顔。ちょっと子供っぽい感じの。そうっていうで、私が思う、これを見てる、まあ視聴者いろんな世代の層がいるからわからないけどね、結構若い視聴者の子たちっていうのは、やっぱ下の絵柄に近い子の方が多いって私思うんだよね。なるほどね。やっぱそういう時ってあんま無理に頑張ってね、横顔を凹凸意識しすぎてこう、解説動画とか見ながらね、やっちゃうと自分の絵柄とかけ離れてってる可能性があって、だからしっくりきてこないっていう可能性あるんだよね。正面と横顔そう、なんか違うな。同じキャラなのに違う。そう、で、なんか横顔うまくいかないなって可能性があるので、ちょっとそれ、まず凹凸頑張りすぎてないかっていうことだけ意識してください。もちろんだからってこんなつるっとさせろって言ってるんじゃなくて、こうちょっとつるっとさせ気味でも、ちょっとだけここにちょっとこう、なんだろうな、ちょっとだけこういう風にあるみたいのでもいいんだよ、もちろん。こういうことね。だからまあそれはちょっと度合いなんだけど、まずやりすぎてないかっていうのだけちょっと気にしてみてください。じゃあ次、二つ目の対処法です。正面の顔の絵柄を無視しすぎないようにするです。
まあ、これ今さっき言った話のちょっと延長線なんだけど、さっきも言ったじゃん、絵柄が合ってないっていう。まあ、要はそれで本当に自分がいつも描いてる正面顔の絵柄と横顔の絵柄がちゃんと合ってるかっていうのを確認してみてほしいのね。で、その確認するやり方なんだけど、はい、ここにちょっとわかりやすく2つの絵柄の正面エスコを描いてみました。これどっちがいいとか悪いとかは全然ないです。自分の絵で大丈夫。で、確認する方法は、目の位置あるじゃない、目の位置、で、この鼻の頂点の位置、で、口の位置、顎先の位置、で、これも目の位置、鼻の位置、口の位置、顎先の位置っていうのは、まあ大体真横にこうピーって線引いてもらう。あとこの大体この眉間の上あたりのおでこの高いところの位置みたいな。これを引いてった上で、ここの位置に合わせたさっきの凹凸が来るイメージで描けてるかっていうのを見てほしいのね。これ結構難しいね。いや、むずいのよ。これむずいのよ。まずここにおでこ凹凸作るじゃん。まあ、ざっくり意識するとこんな感じ。まあ確かに合ってるわ。大体合ってる。要はその大体でいいよ。これよく見たらこっちのミニキャラとか鼻の位置ちょっとずれていくからね、高さ。でも大体でいい。それもだから言うように、本当に1ミリ単位合わせようとすると、絵柄おかしくなる。また、意識しすぎて変になっちゃう、硬くなっちゃうから。でもなんとなくのこの位置が大幅ずれてないか。それちょっと確認してみてほしい。これあんまりずれてた時、横顔の絵柄と正面の絵柄ちょっと合ってない説あるから。それでやっぱ違うってなっちゃうってことだ。要はさっき言ったように、この子なのに横顔がこれになってた時、明らかなる絵柄のミスみたいな。で、なんでやっぱそういうこと起こり得るかなと思うと、やっぱ最初の頃ってみんな横顔描けないじゃん。だから多分何か参考に見て描くと思うんだよね。やっぱ描けて好きな人の絵とかを参考に模写したりとか。でもその模写した人の絵がさ、必ずしも自分の正面で描く人の絵と一緒とは限らないじゃん。だから自分の正面がこれなんだけど、その人の横顔がこれだった場合、自分の横顔がこれに模写したらこれになっちゃうから合わない。そういうこと。だから、全然最初はそういう模写とかから始めて全然悪いことじゃないからいいんだけども、やっぱ絵柄のミスマッチ起きてて、しっくりきてない可能性めちゃくちゃあるから、シンで言ったことなんだけど、鼻の凹凸、口の凹凸とかって、結構絵柄に左右される部分だから。その人のだから個性みたいなものもうすごくしっかり描いた方が来る、いいなっていう絵柄の人と、あんま描かない方がいいなって人がいるから、ぜひそこをちょっと自分の絵と本当に合ってるか、自分が好きだと思えるかどうかっていうのを重要視して、ちょっと確認してみてください。じゃあ次、3つ目です。じゃあ3つ目の対処法なんですけども、目の形を変えてみるです。じゃあちょっとまた絵に描いて説明します。はい、これです。これはいつも自分が描くキャラクターの横顔をなんとなく今描いてみた良くない例なんだけども。これ良くないんだ。良くない例。まあ自分がいつも描く目がね、こんな感じの目じゃない？で、それを横向きになったから、ここ結構縦長にしたのよ。ちょっとこうやって縦長めに、こうやってね。こういう風に感じでもね、悪くないよ。全然これだってちゃんと斜めになっていくと目は少しずつ縦に細くなっていくから、これでいいって思ってるんだけど、これが実は横向きになった時に思い切って目の形ちょっと変えてみてほしくて、まあどう直してほしいかっていうのを横に書くね。こっち、よく見てほしい。何が違うってちょっと思うかもしれないんだけども、ちょっともうちょっと拡大して目の部分描いてみるね。元がこういうパッチリした目だった。それをちょっとギュギュッと、この範囲を狭なくギュ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 ッとさ、してここをキュッてさせて。縦にするっていう意識はあってキュッキュッっていう風にして縦にした。そうじゃなくて、実際横から見えてきの範囲って、ここが見えてるのね。横から見た人っていうのはね。実際はね、目のね。だから、描いてほしいのは、ここからここの部分なのね。なるほど。ここを横から見たとき書いてほしい。ここいらないの。こっち側いらないの。全部を縦にしちゃいけないってことね。そうなので、実際だから描きたいのはこのピンクの今囲った部分だから、まず横線一本こう斜めに描けばいいだけ。ここを描けばいいだけなの。で、目尻を描いてあげて、で、まつげが正面からこう上に向かって入るけど、横からだからこういう形でね、こういう感じで入るって思ってくれる。まつげ描く人はね。それで、目の下の部分も今ここを描いてるからこう真横にピッて描いてたけど、そうじゃなくてこう終わりのここだけ描いてほしいから、ちょっとお尻が上がる感じなのね。で、こうやってもっと目は本当になんだか縦長な感じで描いてもらって、
半分しかないもんね。そうそうそう。で、なんだ、黒い点も中心じゃなくて、この手前の、正面見てるならこっち側に来るように。まあ、本当はこっちにあるってことだもんね。そうそう、そういうこと。こういう形で描いてくれると、より横顔の目って感じに全然なる。確かに、めっちゃなるわ。なるでしょ？まあこれどんな形の目でもこれをちょっと意識してやってもらうといいと思います。確かに。だからこう縦をギュギュって縮めた目じゃなくて、ちゃんと半分切ってこっちの側面だけを見てる目っていう。まあわかりやすい、本当にわかりやすいデフォルメの話をすると、こうだったわけじゃない？元がね。元の目が今私たちの描いてた目がね。これを今の最初の考え方だとギュギュッと縦にしてこういう風に描こうとしてた。こうやって描こうとした。でも実際はこう描きますよっていう話。半分ないですよ。そう。このイメージをみんな頭の中でよかったら持ってみてほしい。そうすると多分横顔の目ってすごく描きやすくなるし、なんかね、エモくなったりするともうセクシーになったりとか、なんかそういう表現の目が描けるようになると思うんだよね。これ分かりやすいかもしれない。やっぱ要は絵描くときにはパッチリしてあげて、こう節目がちになったりとかするじゃない？こういうなんかこうちょっと目を伏せてる感じとかさ、こうやってまぶたの上のこの線を描いてあげるとかね。だからこうするとなんか急にこうエモい絵とかになったりするから、まあいろんなこう目の表現としてぜひちょっと目を直してみるっていうのを持ってください。これはでも分かりやすいと思う。じゃあ次です。はい。これ意外と本当にみんな無意識に横顔と思ってるから忘れてやってしまいがちなんだけど、後頭部をしっかり足してみるという方法です。後頭部。ここってこと？まあどういうことかまた書いて説明するね。はい、じゃあこれ見てください。これちょっと極端に書いた悪い例です。まあ横顔の正直こっち側はもういい、よく書けてます。今までのを踏まえた上でね。ただこっち側をみんな意識がちょっと忘れがちじゃないかなと思ってて、こっちも横顔の一部よ、みんな。横顔って言った時こうしてここだけ思ってると思うんだけど、顔の。実際横顔向いた時っていうのはこの後ろのここの部分も横顔の一部になってるから、忘れないでいてほしくて、で、どうしても正面とか斜めの顔ばっか描いてると、髪の毛とか描くときってさ、こう、頭のここの曲線はこうやって意識して描くんだけど、その後下にストンって落とすじゃん。まあ髪の毛描くときね、こういう線でね、正面から見たときの髪の流れっていうのは今私が描いたこのピンクの線でね、間違ってね、頭の部分がくるんとなった後、耳から下あたりは結構ストンと落ちるみたいな。それでいいんだけども、なんか実際後頭部を描くときっていうのは、はい、こんな感じで自分が思ってるよりも、ここを出っ張らせてあげてください。多分、初心者の人はここが出っ張りすぎてるってことよりは足りてない方のが圧倒的に多い。すごく脳みそ詰まってるから人間の脳って頭でっかちなのよ。だから、やっぱここの部分がこうくるっとなんか実際は首の下にまで生えるようなイメージ。ここまでこうグッて入ってから落ちてるってイメージね。なんかあんまりこう分かってない人はこのまま首をこうやって描いていっちゃい、ここがほぼもう直線上でね。だけど、そうでしょ。でも実際は結構こう丸みをググッと入れた後下に首が落ちてるよっていうイメージ。だからこう、女の子みたいにこれボブヘア描くときは髪の毛が下にストンと落ちるから、まあ実際はこの頂点の後下にストって毛は落ちていいんだけど、やっぱ頭の中でこの中に実はこうやって首が入ってるってイメージ持ってあげることが大事だと思う。っていう、実は後頭部足りてなくないっていうことが結構あるので、これはあるかもしれない。自分のイラストの時、あれもしかして後頭部が足りてないからバランス悪かったのかもっていう考え方を一個持ってもらうとすごく、対処になるんじゃないかなと思います。じゃあ最後、5つ目の対処法です。5つ目の対処法もさっきの後頭部と同じような感覚なんだけども、首の位置を動かしてみるっていうのが5つ目の対処法です。はい、見てください。こちらなんですけども、これ悪い例ね。首の位置がなんかね、ちょっと悪いんですよ。悪いんだ。悪いのよ。で、理想としてはね、まあ大体これぐらいの位置だと思う。ここがね、ちょっと短い人がいる、たまに。ここ結構思ったよりこう三角形でかくこう首の空白が開くって思ってくれていいと思う。なるほどね。で、この後ろの部分が、もうさっき言ったようにここは意識してグッて入れてほしいんだけども、まあ大体そして中心がこう耳の下、ここ耳が中心にあるみたいな首のね。まあこのイメージで首を取ってもらうといいと思う。まあ大抵やりがちなのはここがもう本当に短すぎて変だなって。で、まあなんでそんなことが起きるのかなっていうと、今この下の図見てほしいんだけど、まあ今横顔いい感じに描けてんのよ、自分の中で。もうイメージ通り、大抵最初みんなこの感じで描くと思うんだよね。後回しだと思う、首と後頭部は。この後描くと思うんだけど、で、最初にさ、この顎まで描くじゃない？こうやって顎までピッピって描いたじゃん。で、
で、その後後頭部、じゃあ今先生に言われたように書こうとして頭の上に書いていくじゃん。で、こうやって後頭部いい感じに当たり取れてきた、いいぞと思って、で、こうやって、この辺かなと思って下ろすと、待て待て、こんなに私の絵は首が太くないってみんななるじゃん。だから、こんな首太くないわと思って、こうやってどんどんこうやって、前の方に持っていって、気づくとこんな形になってしまっているとか。後頭部がなんか変な感じ。そう。あとはもうそもそもこんな当たりをね、取らない。別に私は当たり絶対しっかり取んなくていいと思ってる派だからいいんだけど、もうこんな当たりをまず取らずに、なんとなくここまで描けたし、前髪かこうって感じで髪の毛描いていくじゃん、こうやって。で、頭もっこりめね、はい、分かってますよって感じで、ちょっともっこりめの髪の毛描くじゃない。で、こうやって髪の毛を描いたことによって、最初の線がこのまま放置されてるから、もうこれでいっか、つってこれ肩に行くっていう。首がない人みたいな。そう、首があるんだけど、これがどうしたらいいかって、本当はここでちょっと変だなってことに気づいて、もともとあった、この、黒い線も消してもらって一回ね。じゃあバランスやっぱ悪かったな。横を最初書いたけどバランス悪かったな。もうちょっと首ここの辺だったかもで、ここで一回この作業が入れれたら、多分すごく良くなると思う。この三角みたいになる。そう。最初が今だったらこれ。で、今が次がこれ。やっぱここをもうちょっとへこました方がこっちの首とのバランス良かったわ。みたいになる思考が持てたら、多分すごくいいと思う。なるほどね。でも私もやっちゃうからよくここだけ先に書いて、後ろの髪の毛書いてった時にあれ、もうちょっと首後ろだったかもってなること。そっちの方がバランス良かったかもってなること多々あるから、そういう感じでちょっと首の位置をみんな書きながら調整してみてほしい。どうしても最初顔の正面から描いていくだろうから、こういうこと起こるかな、しょっちゅうとは思います。で、合わせてだけど、首の太さ、もうちょっと合わせてみるといいと思う。こんな感じで、本当に気持ちだけどね、この絵だと。気持ちちょっと太いかなで OK。正面の首の太さと横の首の太さ、完全に一緒にしようとしなくて大丈夫。なるほどね。横向きはちょっと太いかなぐらいで OK。ただその太くしすぎたら絶対変だから、そのバランスは見てほしいけど、そこきっちり同じ太さにしなくちゃって思って描かない方が多分いいと思います。バランス。感覚みたいなところあるよね。そう。やっぱ多分ちょっと実際人間も正面より横の方が太いんだと思うんだよね。という感じで、そこをぜひ最後自分で微調整してみてください。そうしたら多分本当に自分の思う理想の横顔のバランスで最後取れるようになってると思います。ということで今回は横顔がうまく描けない時の対処法5つでした。結構いいんじゃないこれ。いいよ、結構いいんじゃないじゃんって。超いいよ。何その有料級超いいよ。いや、めっちゃわかりやすかったなってことで、いいんじゃないよかったです。よかったら他の動画も見てコメント欄にコメント残してください。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島としんと。バイバーイ。